こんにちは、プリマバレットクラス田中です。今回はピルエットの動きについてご紹介をしていきます。腕の動きであったり、体の方向であったり、ちょっと苦手だろうなって思うようなポイントを少し4つのパートに分けて詳しく説明をしています。ぜひ最後までご覧いただいて、普段のレッスンがより楽しいものになったら嬉しいです。では早速始めていきましょう。足前5番で前走でプレパレーション入れましょう。そしたら右足からバランスでサイドにワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリーしたら斜め前に出してピケストゥニュです。そしたらそのままクペプリエに降りてバロネでおへその方向を変えて2回、3回目でアンオトンベでパドブレクペクペ入れてピルエットしてごめんなさいね、ちょっと後ろに下がります。そしたらピルエットの後はこの足をコントルタン回してきて一歩踏み替えて最後はアンディオール入れておしまいという動きになります。今回の動き、シンプルな動きですけれども、ゆったりと動いていくようなイメージで振り付けを考えています。少し独特のこの腕の使い方であったり、おへその方向をしっかりと明確に変えていけるように、少し腕の使い方をおさらいしつつ、おへその方向、体の方向をしっかり確認まずしていきたいと思います。前走でプレパレーション、黒技のままですね。バランススーッとアラセゴンの手で胸を動かしてバランス横に大きくしたら、一旦手をアラセゴンに開いてピケストゥニュ、アンナ板を通過してアンオでストゥニュ完成させます。この手を開いてクペプリエからバロネでおへその方向をもう一度元の位置に戻して2つ、3つ目でこの腕をアンオに持っていきましょう。そこから肘、手首、手のひらを返してトンベでプリエアロンジェです。さあでここでもう一度手を開いてアラセゴンからパドブレプリエアンディオールピルエットを入れてアロンジェ。そしたらコントルターンの時ももう一度アラセゴンにするようにしてこのアンナ板に持ってきて開いてアンディオールアンオから腕を大きく開いておしまいという動きになります。ちょっと腕の動きもう一度ちょっと速いテンポで確認をしてみましょう。最初のバランスアラセゴンで胸を大きく動かしてピケストゥニュアナバンアンを開いて片手アナバンアンオからアロンジェアラセゴンに戻してパドブレピルエットアロンジェ開いてもう一度アナバンに持ってきて開いてアナバンをポーズという動き方になっています。少しおへその方向とアラセゴンアナバンアンを一つだけアロンジェが入ってきますけれども、少しこの腕の組み合わせ方必ず明確にさせながらぜひこちらの動きすっきり動いていきましょう。では次ちょっとバロネの動きについてちょっとおさらいしていきましょう。よくズッコンズッコンとちょっと雑に見えてしまう生徒さんよくお見かけするんですけれども、少しこの曲調からも動き全体としても少しゆったりと優雅に動くを少しテーマにしていますので、なるべく軸の足こっちの足の着地がかかとがズコって抜けてしまわないように少しコントロールをさせるようにしてプリエの着地にスムーズに入れるように気をつけてあげましょう。でその着地を助けるためには足だけではなくて上半身を引き上げておく体の使い方を特に意識させて着地入ってきてあげてください。ルルベ上がってプリエ入る時こそ体をぐっと引き上げておく。上にぐっと
なんとなく重たいものをぐっと上半身で持ち上げておくような強い状態を作って、軸の足がコントロールできるように気をつけてあげてみてください。そしてこの足伸ばすタイミングなんですけれども、細かいですけれども、軸の足、このかかとがルルベに上がる瞬間と同時に揃えられるように少し待ってあげてください。先に足が伸びてからってなってると結構大変だと思うので、足を伸ばすエネルギーとルルベに立つエネルギーをしっかりイコールにさせて、着地までコントロールを効かせたバロネが完成させていけるように、ここ上半身の引き上げと同時にルルベと足を伸ばしてぐっとつま先を引き戻していきながら、よりスムーズにバロネ行えるように練習頑張っていきましょう。でピルエットが終わりました。コントルターンが入っていきます。後ろの足をスッと横に出してくるときに、このおへその方向がスッと変わって5番を通過するようなつもりで足を入れ替えていく動きとなります。よくコントルターンのグランパドシャーとか飛んで空中で足を入れ替えたりとか、よくお教室で出てくると思うんですけれども、基本的には考え方が一緒で、おへその方向を変えて足を入れ替えるとなります。でこういった動きのつなぎ目の動きに対して結構皆さん抜けてしまいがちなポイントがあって、この足回してきた足があららららとちょっと普段の自分になってしまわないように本当に気をつけてみてください。足を出してきて5番ターンアウトした状態でつま先から次のステップへ入る。ここね、コントルターンアウトしておいて、かかとからいかないようにつま先から置いて次のポジションというように、ちょっとコントルターン、こういった動きのパトパのつなぎ目の動きでちょっと素になってしまわないように、つなぎ目しっかりつないで優雅に見せれるように、ちょっとここのコントルターンのところぜひ重点的に練習してみてください。これで最後になりますが、あと最後の動きアンディオールよいしょポーズで終わりという動きに今回なっているんですが、最初のティップ1でも言っていたように、少し腕の動きアンダマンアンをから優雅にそーっとほんとお花がこう開いていくようなイメージで腕を使って最後のポーズ入れるようにぜひ気をつけてやってみてください。結構最後に回転系が入るとシュッボンでよし止まったっていう感じで終わってしまう方をお見かけするんですけれども、今回何度も言ってるように音楽も振り付けも少し優雅エレガントな感じになっているので、ちょっと腕顎までいったらボトッと落とさないでスーッと少し腕が遅れて開くようなイメージで最後のアンディオールの動きふーっと一息吸って丁寧にポーズ入れるように、ちょっと最後慌てないで練習していきましょう。動きをしっかり整理させたら音楽に合わせて動いていきましょう。ゆったりとした動きの時、特につま先を一息遠く伸ばすように意識させながら動いてみてください。バロレの最後トンベ入るところ、軸足しっかり押してトンベへ、パドブレで引き上げた状態を作ってピルエットへ入りましょう。コントルターンすぐ入れて踏み替えてから最後のアンディオールまで一気に流れるように入って終わりになります。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。なんとなく意味が分かってきた、ちょっと復習予習バッチリだわと思っていただけたらぜひグッドボタンで教えてください。チャンネル登録まだの方は本当に励みになりますので、ぜひチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。オンラインレッスンや出張レッスンも開講中です。気になる方下の詳細概要欄に記載していますので、ぜひ気になる方お気軽にお申し込みお問い合わせもお待ちしております。それではまた。